ちえちです。今回の動画はハーネピクミンを作っていきます。こんな感じです。今まで動画で作った赤ピクミンと比べるとこんな感じのサイズになってます。おちびさんみたいなのでちっちゃくしてみました。紫ピクミンと比べてもこんぐらい小さいです。この動画では紫ピクミンの時と一緒でこの子全身の編み方の説明はしていないです。共通のところはまた過去の動画を見に行っていただくことになります。なので頭の先の葉っぱつぼみお花の作り方は赤ピクミンを作った時の動画のパート3の動画。目の作り方は白ピクミンの目の作り方っていう動画を前回出したんですけど、その作り方と同じです。腕の作り方もまた簡単にしか説明していないので、私の動画に初めてたどり着いてくださったっていう方は赤ピクミンを作った時のパート1の動画で詳しく説明しているので、そちらをご覧ください。全部概要欄に貼っておきます。毎度いろんな動画を行き来させてしまってお手数ですが、ご協力お願いします。じゃあまずは足から作っていきましょう。ピクミンは空を飛ぶ。空を飛ぶ。足は赤ピクミンを作った時の足を短くして、それでこっちの左足だけ一番最後に鎖編みを1回しておしまいにしようと思います。じゃあ編んでいきます。これを当ててくるっとして作り目を作ります。よいしょ。ギュッとして、でこっちはまた体の中で結べるぐらい長さを取っといてください。はい、そしたらここから鎖編みを4回します。1、2、3、4回。はい、4回できました。そしたらここから1段目を編んでいきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がりの鎖編みを編みます。はい、そしたら裏側に向けてこの裏山ですね、こっちからこっちに向かって引き抜き編みをしてこっちまで戻ってきます。じゃあかぎ針から一番近い裏山がこれですね。これは今立ち上がりの鎖編みでできた裏山なので、これはまた飛ばして、この裏山から1個2個3個4個と引き抜き編みをしてこっちまで戻ってきます。じゃあこの裏山に入ってよいしょ。はい、そしたら糸をかけて出てくるだけです。はい、じゃああと3回。次の裏山。2、3、4。はい、じゃあこれで右足はこれで完成です。そしたらこっちの最初と同じぐらい体の中で肩結びできるぐらいの長さを取っといて、ここで切っちゃってください。でこれで右足は完成なんですけど、左足はここからもう一回鎖編みをします。鎖編み1回して、これでおしまいにしようと思います今回は。でこれでここを切るとギョキッと。そしたらこれを抜いちゃって、じゃあこれで今鎖編み1回多くした方なので、これは左足ですね。左足が完成です。じゃあこの鎖編みを1回してない方の右足の方も作ってきてください。いってらっしゃい。両足編めました。そしたら次を編んでいきましょう。ではこんな感じの羽を作っていきます。この最初の糸端は途中でもう糸処理しちゃうので、そんなに長く取っておかなくて大丈夫です。じゃあ編んでいきます。まず最初にくるっとして作り目作ります。
でキュキュッとして、はい、ここから鎖編みを5回します。1、2、3、4、5。はい、5回できました。そしたら1段目を編んでいきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたらまた裏山を編んでいきます。またこのかぎ針から一番近いこの裏山は編まないで飛ばして、この2つ目の裏山から編んでいきます。こっちに向かって。じゃあ細編みを2回します。この裏山に入って細編みします。1、2、はい、細編みが2回できました。そしたら中長編みを2回していきます。中長編みなので先に糸をかけてから裏山に入ります。はい、でこの3本を全部引き抜く。次も中長編み、糸が割れた。中長編み2回できました。次が一番端っこの裏山になると思います。そしたらこの裏山に長編みを3回入れていきます。この1目に3回長編みをします。じゃあ先に糸をかけて、それから次の裏山に入る。はい、そしたら左の2本だけを引き抜くですね。でもう一回かけて残りの2本を引き抜く。はい、3分の1終了。じゃあ3分の2、3分の3、3分の3、ぶっこっちゃう。中長編みを2回していきます。糸をかけて次の目で、この糸端を編みくるみながら編んでいきます。編みくるむの好きじゃないっていう方は後でね、とじ針で糸処理しても大丈夫なのでお任せします。はい、1で次も中長編み、ここか。さっきこっち側で裏山を使ったので、今こっち側で V の字の2本を拾いながら編んでいってます。細編みを2回します。よいしょ。はい、じゃあこれで1周編めました。そしたら1目目に引き抜くんですけど、
こっちから数えて11個目が1目目です。1234567891011個目、これですね。ここに引き抜き編みをします。はい、で引き抜いて、今引き抜いてできたこの目がちっちゃくなっててほしいんですよ。次の段でおしまいなんですけど、次の段でちょっと邪魔になっちゃうので、ここのかぎ針にかかってる糸をギュッと持っておいて、これを右上にギュッと引っ張ります。そうするとこの目がちっちゃくなるので、ちっちゃくしておいて、じゃあこれで1段目おしまいです。じゃあ2段目編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを3回します。この今編みくるんでたやつはもう結構編みくるんだので、もういいかなと思います。編みくるまなくて。3。はい、じゃあ細編み3回できたら、中長編みの増し目をします。こことここの目に2回ずつ中長編みを入れていきます。2分の1で、同じ目に2分の2回目、2分の1、2分の2。はい、そしたら次の目に長編みを3回していきます。糸をかけて次の目、3分の1、3分の2、3分の3回目。はい、できました。そしたらまた中長編みの増し目を2回していきます。中長編み2分の1、同じ目に2分の2、はい、そしたら次の目も中長編みの増し目です。2分の1、同じ目に2分の2、細編みを3回します。1、2、3回。ここまでできたら鎖編みを3回します。1、2、3回。はい、そしたら鎖編み1目目の裏山、これの裏山ですね。かぎ針から数えて1、2、3個目の裏山、この裏山に引き抜き編みをします。これここに入って、で引き抜き編みです。はい、
ここまでできたら編むところおしまいです。この糸でつなげていくので、背中につなげられるぐらいの糸を残して糸を切ります。チョキッと。そしたらこれは抜いちゃって、でこの糸をとじ針に通していきます。はい、じゃあ通してきました。そしたらこのちっちゃい目が前の段で縮めた目ですね。でこの次のが立ち上がりの鎖編みが斜めになってて、でこの次のこれが1目目です。なのでこの1目目にこうやって2本拾って通します。はい、こんな感じで、そしたら今のこの糸が出てるこの一番最後の目、この最後の目のこの真ん中に入れて後ろ側に出します。ピューと。じゃあこんな感じにどこから編み始めたかわかんないような感じにしておいて、それで裏側で糸処理していきます。近くのところをちょいちょいくぐらせて抜けないようにしていきます。で背中につける時にこっちのとんがってる方を背中に縫い付けるので、あんまりこっちの方まで糸処理でいっちゃわないように、こっち側で糸処理するようにしましょう。はい、じゃあこんな感じで結構くぐらせたので、これで糸処理をしまいにしようと思います。でこっちの編みくるんでた方ももういらないので、これも根元で切っちゃいます。チョキッと。そんでちょっと形変なところあったらモニョモニョして形を整えて、でこれで羽の作り方おしまいです。じゃあ次作っていきましょう。ではいよいよお尻から頭の角みたいなところまでを編んでいきます。じゃあまず最初に輪っかを作るので2回指に巻きつけて、これを持ち替えて左手にセットします。そしたら作り目を作ります。はい、そしたら細編みを6回していきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら輪の中に細編み6、1、2、3、4、5、6、はい、6回できました。そしたらちょっとこの輪っかを引き締めたいので、またここをピョンと伸ばしておいて、かぎ針を一旦外します。そしたらこの糸端を引っ張ってこの2本のどっちかが縮むので、どっちが縮むかを見つけていきます。じゃあ引っ張ります。あ、これですね。こっちが縮んでってるので糸端が出てる方から引っ張っていきます。でもう片っぽの輪っかを縮めるとこんな感じ。よいしょ。じゃあ片っぽ締められたので、こっちの輪っかもこの糸端を引っ張って縮めていきます。キュッと。はい、縮まりました。そしたら続きを編んでいくので、かぎ針を元に戻していきます。で戻す向きはこの糸を引っ張った時に動く糸が左手前になる向き、この向きで戻していきます。そしたら細編み1目目の頭で引き抜き編みをするので、こっちから6目目ですね。12345個目、これが6個目なので、ここに引き抜き編みをします。この V の字、よいしょ。
この2本を拾って引き抜き編みです。はい、じゃあこれで1段目おしまいです。2段目は増し目を6回していきます。全部の目に2回ずつ細編みを入れるっていうことです。じゃあ鎖編み1目で立ち上がりを編んで、はい、そしたら今引き抜き編みをしたこの真下のところが1目目なので、ここに入ります。はい、ここ。そしたらここに2回細編みを入れていきます。じゃあ2分の1回目で、同じ目に2分の2回目を編みます。で6目だったのをこの調子で12目にしていくんですが、12目目で色を変えたいんですよ。このボーダーの色に変えたいので、私より編むのが早い方は11目目までやって12目目ちょっと待っててください。じゃあこの調子で1目に2回ずつ細編みをしていきます。で今これが11目目ですね。そしたら12目目で今回この糸でやろうと思います。そうしたら今11目目のところなので、同じ目に2分の2回目を編みますよね。なので細編みを編むここまで、この途中の1回糸を持ってくるところまで同じようにやって、でここで糸を変えます。このボーダーの糸を後ろでこうやって持って、これをくるっとして細編みの2回目の引き抜きのやつをこの新しい方の糸でやって、これで細編みを完成させます。そうしたらここからボーダーを編むのに入っていきたいんですけど、普通に糸を変えるとこういう風に編み物ってギザギザになっちゃうんですよね。どうしても千鳥格子柄みたいな感じにこうやってギザギザしちゃうじゃないですか。でも私はボーダーにしたかったんですよ。こういう風にラインが出るようにしたくって、ちょっと変な編み方をしていこうと思います。すいません、独学なんで私こういう編み方があるのかどうかとかも全然わかんないんですけどちょっとオリジナルでやっていきます。じゃあこれで2段目が1周編めたので、いつもだったら細編みの1目目のところで引き抜き編みをして2段目おしまいっていう風になると思うんですけど、ちょっと変な編み方をするので、この次のこの横になってる次の目に見えるやつが引き抜き編みで、この斜めになってるやつが立ち上がりの鎖編みで、これが1目目ですね。でそうしたら1目目にいつもこうやって2本にこの V の字の2本を拾って引き抜き編みをして2段目おしまいってなるんですけど、この1目目の向こう半目だけを拾います。向こう半目、この V の字の向こう側の1本の糸だけを拾ってここに引き抜き編みをします。もうこれは3段目とカウントします。はい、こんな感じ。3段目は今の編んだのと同じようにこの V の字の向こう側半目1本だけを拾いながら引き抜き編みを1周12回ですねしていくんですけど、今ので1目編めたことにします。なので1終わったので、あと11回引き抜き編みを向こう半目だけを拾いながらやっていきます。じゃあ2目目1本だけ拾って引き抜き、これを1周やっていきます。12回やるとベースのピンクの最後の目まで編めると思います。こういう感じで色を変えた時にまず最初に土台を1周編んでから、それから本格的に色を変えていくっていう編み方をしていこうと思います。じゃあ今土台が1周編めたので1目目に引き抜き編みをしてボーダーを編んでいきたいんですけど、どこに引き抜くかっていうと、今向こう半目だけを拾ったのでよく見るとここにぐるっと1周
手前半目だけが見えてますよね。このベースのこっちのくすみピンクの方の手前半目が。なのでちょっと分かりづらいんですけど、1目目はこのボーダーのピンクを編んだところが1目目なので、この手前半目、この手前半目の上のところに入れると向こう半目を拾えるので、こんな感じ。ここに入るとこのベースのくすみピンクの向こう半目と、あとこの土台の2本のこの3本が拾えるので、ここに引き抜き編みをします。引き抜き編み。はい、じゃあこれで3段目おしまいです。ちょっと分かりにくかったらコメントをいただけたらなるべく頑張って返します。それから本来であればこっちなので、こっちでも全然なんか編み物っぽいっていうか可愛いので、これで編んでもいいと思うので、その場合はこの土台を省いて編めばこうなるのでよろしくお願いします。ではこのボーダーの色で4段目を編んでいきます。編み方が細編み1、増し目1を6セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そうしたら細編み1、引き抜き編みをしたところが1目目なので、さっきのところに入って、ここに細編みを1回ですね。はい。そしたら次の目に増し目をするんですけど、この一周全部さっきと同じように手前半目のところに刺して、次の目がここってことですね。これが次の目の手前半目なので、この手前半目の上のところにこうやってちょいって入ると、向こう半目とあとこの土台を全部3本拾えるので、ここに増し目をしていきます。2分の1、同じ目に2分の2。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。で次がこの向こう半目に入りたいので、この手前半目の上に刺すと向こう半目が拾えます。なんかね、入れるスペースがあるんですよ。間違ったところっていうか、この V の字を拾おうとしたりとかするとなかなかかぎ針が入らないんですけど、ここの手前半目のところをすくうっていうつもりで刺していくとスペースがちょうどあるんです。じゃあこの調子で細編み増し目を6セットやっていきます。でここで1周で18目になってれば合ってるんですけど、18目目でまたこっちのベースのピンクに変えます。なので今17目目まで編んだので、18目目をこの細編みの途中までまた編みます。そうしたらまたこっちのベースのピンクを持ってきます。じゃあこのボーダーのピンクは後ろに持っておいて、でこのベースのピンクで18目目を完成させます。はい、こんな感じ。そしたらまた今度はこのベースのピンクの方で土台作りに入るので、この今編んでた段はここでおしまいです。でまた1目目で引き抜き編みをしないで次の段の土台編みに入っていきます。この横になってる目が前回の段で引き抜いたやつで、この斜めになってるのが立ち上がりの鎖編みなので、これが1目目ですね。なのでこの1目目の向こう半目に入ります。向こう半目1本だけ。はい。でここからまた今18目あるので引き抜き編みを18回やっていきます。1、向こう半目だけを拾って引き抜き編み、2、
3。じゃあこれを18目やってきてください。ラスト。はい、じゃあこれで1周引き抜き編みの土台をまた編んでこれました。そしたらまたこのベースのピンクを編んだ手前半目のところが1目目なので、ここの手前半目をめがけて入っていって引き抜き編みをします。ここですね。これちょっと分かりづらいな、この動画。ちょっと大丈夫かもう心配ですはい、じゃあこれで1周土台の段編めました。じゃあ6段目いきます。6段目は今18目になってるんですけど、細編みを18回していきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がって、でさっきと一緒ですね。手前半目のところを狙いながら編んでいくっていうやり方です。じゃあ1目目はさっき引き抜き編みをしたところなので、さっきと同じところに入る。1で、次の手前半目がここなので、ここをめがけて入って、2目目の細編みっていう感じで、これを1周18回やっていきます。18目目でまたボーダーのピンクに色を変えます。じゃあ18目目の途中、ここまで編んでから変えていきます。でさっきベースで使ってた糸を今ベースでまたこのくすみピンクみたいなやつを使ってますよね。その時にちょっと言い忘れたんですけど、これ裏でつながってるんで、ここが緩んじゃうんですよ。この細編みの足の左側の糸、この糸とつながってるんです。これから使いたい糸が、これとこれがつながってるので、ここがもし緩んじゃってるっていう方はちょっとキュキュッと引っ張ってから次の段で使うようにしましょう。じゃあこのボーダーのピンクをくるっとして細編みを完成させます。そしたらまたこの段はもうこれでおしまいです。そしたら細編みの1目目、これが引き抜き、この斜めが立ち上がり、この次の1目目、ここからまた18回引き抜き編みを1周して土台を作っていきます。1目目の向こう半目、1で、隣の向こう半目、2、3、4、はい、じゃあこの調子で18目やってきてください。はい、18編めました。そうしたらまたこのボーダーのピンクの1目目を編んだベースのピンクのところ、この手前半目のところ、ここに入りたいので、ここに入って引き抜き編みをして7段目おしまいです。はい、8段目はまた向こう半目とこの土台の糸3本を拾いながら18回細編みを1周していきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、で根元で細編み、もうさっきと一緒ですね。私一番最初の糸端をさっきボーダー編んだところで編みくるんで糸処理しちゃえばよかったんですけど、ちょっと編みくるむのを忘れちゃったんで、
この段で編みくるんで糸処理しちゃおうと思います。これから編むっていう方はここで編みくるんで糸処理しちゃってください。じゃあ2目めここに入ってで糸を上に置いてこんな感じで糸端を一緒に編みくるんで細編みしていきます。3、4、5目ぐらい編みくるんだらもういいと思うんでポイしちゃいます。はい、17目まで編めました。そしたら18目目でまたこのベースのピンクに色を戻していきます。18、はい、じゃあ細編みの途中まで編んでベースのピンクを持ってきます。じゃあくるってして細編みを作る前にここの糸とつながってるんで今から使う糸がこの糸とつながってるんでここをいい感じにしてからくるっとして細編みを作っていきます。よいしょ。はい、そしたらこれで8段目がまたおしまいで9段目の土台をまた作っていきます。じゃあこの横になってるのが前回の段で引き抜いたやつ、この斜めのが立ち上がりで、この次のこれが1目目なのでこの向こう半目だけにまた入って一周土台を編んでいくので引き抜き編みを18回また一周やっていきます。18回引き抜き編みしてきました。でそうしたらまたこのベースのピンクを編んでるこの手前半目のところに入って引き抜き編みをしてこの段おしまいです。ここに入る。よいしょ。引き抜き編み。はい。じゃあこれで9段目おしまいです。これでもう土台作るのはおしまいです。このボーダーのピンクはもう使わないので何目か編みくるんで糸処理しようと思うのでちょっと残して切っちゃいます。キュキッと。そしたらこのボーダーのピンクさんは退場です。お疲れ様でした。10段目はまたこの土台と下の向こう半目だけを拾って全部細編みをしていきます。細編み18回ですね。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。はい、そしたら根元から細編みをしていく。じゃあこのボーダーのピンクをここで後ろで編みくるんで何目か5目ぐらい編みくるんじゃいます。1、2目目。よいしょ。3、4、よいしょ。5、はい、5目ぐらい編みくるめたのでこれはもう後で中に入れちゃいます。はい、18細編みできたら次の目に見えるのが
引き抜き編みで、この斜めが立ち上がりで、この次が1目目なので、こっからはもうボーダー作る作業は終わったので、普通に1目目の V の字を拾って引き抜き編みで大丈夫です。この2本を拾って普通に引き抜き編みします。はい、じゃあこれで10段目おしまいです。この子と同じ毛糸でやったんですけど、どうでしょう。こんな感じに違くなります。でもしこっちの編み方で土台を編まないでこういう感じで編んだっていう方は、こっちで土台を4段編んでるので、これよりも短く仕上がってるはずなんですよ。で今増減なしで細編み18回したと思うんですけど、これをもう一段やった方がいいかもしれないです。ちっちゃくなっちゃうんで、増減なしで2段編んでみてください。今11段目まで編んだのに、足をつけるのを忘れてることに気づいてほどいてきましたじゃあ足つけていきます。足はくるんってなりやすい方があるので、向きがあるので注意してください。このくるんってなるのがつま先側ですね。いつもと同じこういう向きになるようにつけていきます。くるんってなる方を前にしてみたときに、こっち側が長いのが右足ですね。それで最後に鎖編みを1回して、こっち側が長くなってるのが左足です。じゃあいつも通りこの引き抜きの線がある方が背中側にして、こっちの綺麗な方をお腹側になるようにして足をつける位置を決めていきます。普通に真ん中につけちゃえばいいと思います。1段目と2段目の間と2段目と3段目の間のところに糸を入れてつけていきます。こことここに入れていきます。よいしょ。足の付け方はいつも通りなので、いつも作ってくださってる方は同じようにやってください。はい、じゃあこんな感じで足が通せました。こっちの足だけ鎖編みを1回多くしたのは、ここのカーブに合わせたかったんですよ。こっちと同じのをつけるとどうしてもね、ちょっと外向いちゃうような感じがあったんで、1回多くしてみました。どうでしょう。じゃあこれをまた中で肩結びしちゃいます。ひっくり返しちゃおうかな、また。結べました。表に戻すとこんな感じになりました。そしたら続き11段目編んでいきます。ちょっとさっき11段目まで間違えて編んじゃったんで、足つける前に11段目は足ついてない映像なんですけど、すいません。11段目は減らし目1、細編み4を3セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら減らし目1です。減らし目で、この3本を全部引き抜く。はい。で、そしたら細編み4回です。1、2、3、4。はい。じゃあこれで1セットおしまいです。あと2セットをはい。じゃあこれで1周編み終わりました。次の目に見えるのが前回の段で引き抜いたやつ。この斜めのが立ち上がりの鎖で、これが1目目ですね。これに引き抜き編みします。はい。じゃあこれで11段目おしまいです。10段目と11段目の間のここのところに腕をつけていきたいんですよ。
私が赤ピクミンを作った時の動画のパート1の動画で詳しく説明してるんですけど、もうすでに見てくださった方が思い出せる程度に、また紫ピクミンの時と同じようにさらっとやっていこうと思うんですけど、紫ピクミンの動画でやったのと同じなんですよ、説明が。なのですいませんけど、紫ピクミンの動画で使った映像をそのまんま流用させていただきます。じゃあここまでこっちの糸端を使っちゃってるんで、こっちの反対側の糸端とかから取って腕を作っていってください。で、今回ちなみに私はこれは20回結んだやつです。この腕はご参考までに。なのでもう腕の作り方を覚えたからもういいよっていう方とか、鎖編みで作るから間に合ってますっていうような方は、新しい情報はもう何もないので、腕の作り方のところは飛ばして、この腕をつけるところから見ていってください。じゃあいってらっしゃい。はい、じゃあ腕作っていきます。この一番左の糸が上に乗っかる形で4を作る。で、下を通って1回目結ぶ。あ、ここもうマステで止まってます。はい、1回結んだら2回目。はい、2回できたらこれが右に来る。で、今度はこの2つで4。1回目。はい、2回目。はい、2回できたら右に来る。はい、この繰り返しでしたね。これを繰り返しやっていきます。理想の長さになったら、このマステを外して、で、この指をちょんちょんと理想の長さに切って、で、この液体のり、これをちょんちょんつけて染み込ませて束ねていきます。で、先っぽにちょろっと出た毛糸なんかは、のりが固まってからちょんちょんと先っぽを切って整えれば OK です。すいませんね、初見の方、今の説明で分かんなかったと思うので、パート1の動画をご覧ください。腕作れましたか？作れたらこれをまたつけていきます。足の上につけちゃおうかなって思います。こっち側はこことここにしようかなと。足の上の前後のところ。腕はまた向きがあるので、このくるんってなる方が内側に来るようにまた私はつけていきます。シュポッと入れて、引っ掛けて、よいしょ。で、隣の目。じゃあこんな感じで反対側もつけていっちゃいます。こんな感じで通せました。位置を確認して、これで大丈夫そうだったらまた中で肩結びしちゃいます。じゃあ両方結べました。そしたらこの結んだ糸たちは中に入れちゃいます。で、中に入れたら次は12段目編んでいきます。シュポン。12段目は細編み1、減らし目1を5セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、で細編み1、したら減らし目1、細編み減らし目、細編み減らし目って交互にやっていきます。減らし目。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと4セットやっていきます。はい、じゃあこれで1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みします。引き抜き、立ち上がり1目目。よいしょ。はい、じゃあ12段目おしまいです。12段目で全部で10目に減らしました。そしたら13段目は増し目を10回していって20目に増やしていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって
全部の目に2回ずつ細編みしていきます。1、2分の1か。で、同じ目に2分の2、2。じゃあこれをあと9回やっていきます。20ラスト。はい。じゃあ1周編めたので1目目に引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり、これが1目目。これ。よいしょ。はい。じゃあこれで13段目おしまいです。14段目は細編み1、増し目1を10セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、で細編み1、細編み増し目、細編み増し目って交互にやっていきます。で増し目2分の1、同じ目に2分の2。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと9セットやっていきます。はい、じゃあこれで1周編めたので1目目で引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目目。はい、じゃあこれで14段目おしまいです。この辺まで編めたらもう体の綿を入れても巻き込んじゃう心配はないと思うので、私はこのタイミングで綿入れちゃおうと思います。おい、綿いい感じの量を入れていきます。羽ピクミンって結構下重心なんですよね、体が。なので私は綿をね、この子の綿を入れる時ヨーグルを目指して綿を入れてました。駄菓子屋さんで小学校の時に買ってたあのヨーグルです。今まだ売ってるんですかね。物価高いから売っててももう10円じゃないのかな。はい、こんな感じでなるべく下重心になるように詰めてきました。そしたら続きを編んでいきます。15段目は細編み4、増し目1を6セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がりを編んで、細編み4、1、2、3、4。4回できたら次が増し目です。2分の1、同じ目に2分の2。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。はい、じゃあこれで1周編めました。引き抜き立ち上がり1目目。よいしょ。はい、じゃあこれで15段目か。15段目ですね。おしまいです。16段目は細編み2、増し目1、細編み3を6セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がって細編み2、1、2、はい、細編み2回できたら増し目を1回します。増し目2分の1、同じ目に2分の2。はい、そしたら細編み3回です。1、2、
3。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。そしたらまた細編み2から始まるので、この1セット目と2セット目の間で細編みが5回続きます。注意です。はい、じゃあこれで1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みです。引き抜き立ち上がり1目目、これに引き抜き、よいしょ。はい、じゃあこれで16段目おしまいです。今16段目で42目まで増やしました。そうしたら17段目から20段目までの17、18、19、20、この4段は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって、そしたら全部細編みをするだけです。1目につき1回細編みを入れていくだけで、1周編めたら細編みの1目目で引き抜き編みをして、また立ち上がりの鎖編みを1回して、鎖編み細編みをまた1周42回してっていうのを4段分やっていきます。じゃあここはリアルスピードの方もちょっと飛ばしちゃいますね。41、42、ラスト。はい、42編めました。そしたら1目目で引き抜き編みです。ここ。はい、じゃあこれで20段目まで4段編んでこれました。20段目まで編めたら今こんな感じになってます。コメントでですね、この引き抜きの線がどんどん遮光してしまうんですけど、どうしたらいいですかっていう風にご質問をいただくことが何件かありました。コメントありがとうございます。私がやってるやり方でちょっとあんまり参考にならないかもしれないんですけど、ちょっとお話ししていこうと思います。今私が遮光を何にも気にせずに編んだ結果、こうなってます。そんなにそこまですごい気になるほど遮光してってないんですけど、この増し目したところなんかがちょっとね右にペーっていってますね。多分コメントくださった方はもっとねビューッと右に行っちゃったのかなと思うので、私が遮光が気になる時はこうやってこの遮光しちゃったところをこうやって持って、でもしここの段とここの段を直したいって、これを右にずらしてこれを左にずらしたいとかなったら、ここをこうやって持って、でここをこうやって左右に引っ張りながら正しい位置になるようにこうやってぐるっと一周回るんですよ。遮光しないように編むっていうんじゃなくて、遮光しちゃってからこうやって地道に直すっていうのを最初はやってました。こうやってやるだけでもちょっとね改善されます。こういうとこなんかもこうやってつまんでぐるーっとまっすぐに戻れって思いながらぐるぐる回ってこんな感じになりました。あんまりこの辺は遮光が気になんなかったので、ここをね重点的にぐるぐるしてきたんですけど、さっきよりここと比べてまっすぐになったんじゃないかなと思います。でもこれは繊細な毛糸を使ってたりとかするとね、編み地を傷める原因とかになっちゃうかもしれないので、興味のある方だけやってみてください。では続き21段目編んでいきます。21段目は減らし目1、細編み19を2セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がって、で減らし目です。じゃあこの3本を一気に引き抜く。はい、そしたら細編み19回。1、2、ごめんなさい、キシキシ言っちゃう。3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、うるしい、19。はい、じゃあこれでワンセットおしまいです。あともうワンセットやっていきます。はい、一周編めたので1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり1目め、これ、はい、じゃあこれで21段目おしまいです。22段目編んでいきます。最初に鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを4回します。1、2、3、4。はい、細編みが4回できたら、ここから減らし目1、細編み8を3セットやっていきます。じゃあ減らし目1、減らし目、はい、そしたら細編みを8回です。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあこれでワンセットおしまいです。じゃあ減らし目1、細編み8をあと2セットやっていきます。はい、じゃあこれで3セットおしまいです。そしたら減らし目1、細編み4をやっていきます。減らし目、減らし目1したら細編み4回です。1、2、3、4。はい、じゃあこれで1周編み終わりました。1目めで引き抜き編みします。引き抜き立ち上がり、これが1目め、これ、はい、じゃあこれで22段目おしまいです。23段目は減らし目1、細編み4を6セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がって減らし目1、1回できたら細編み4回、1、2、3、4。はい、じゃあこれでワンセットおしまいです。あと5セットやっていきます。ラスト。はい、
い、じゃあこれで1周編み終わりました。1目めで引き抜き編みです。引き抜き立ち上がり1目め。はい、じゃあこれで23段目おしまいです。24段目は細編み1、減らし目1、細編み2を6セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がって細編み1、はい、そしたら減らし目です。減らし目、はい、そしたら細編みが2回です。1、2、はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。ここは1セット目と2セット目の間で細編みが3回続くので注意です。ラスト、はい、じゃあ1周編めました。細編みの1目めで引き抜きです。引き抜き立ち上がり1目め、引き抜いて24段目おしまいです。25段目は細編みに減らし目1を6セットやっていきます。鎖編み1目で立ち上がって細編み2回です。1、2で減らし目、はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。じゃあこれで1周編み終わりました。細編みの1目めで引き抜き編みです。引き抜き立ち上がり1目め、はい、じゃあこれで25段目おしまいです。今18目まで減らしたのでそろそろ綿を入れていきます。紫ピクミンの時みたいに上からこういう向きで入れていくよりも中から外に向かって丸をきれいに整えるような感じでこうやって中から外に向かって私は入れていってます。いい感じの量を入れていきます綿入れる時毎回いい感じの量を入れていきますっていう何の参考にもならない情報をお伝えしてるんですけど、いい感じの量を入れていってください。じゃあこんな感じに詰められました。ここから先はまたちょっと編んで綿入れてちょっと編んで綿入れてっていう風にこまめに綿は入れていくようにしましょう。じゃあ26段目編んでいきます。減らし目1、細編み1を6セットやっていきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって、はい、そしたら減らし目1、減らし目細編み減らし目細編みっていう風に交互にやっていきます。減らし目できたら細編み、綿を巻き込まないように中指で押さえてます。はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと5セットやっていきます。はい、ラスト。じゃあこれで1周編めたので1目めで引き抜き編みです。よいしょ。はい、じゃあこれで26段目おしまいです。27段目は細編み1、減らし目1を4セットやっていきます。じゃあまず最初に鎖編み1目で立ち上がりを編みます。そしたら細編み1、また細編み減らし目細編み減らし目って交互にやっていくだけですね。細編み減らし目、はい、じゃあこれで1セットおしまいです。あと3セットやっていきます。はい、じゃあこれで1周編めました。1目めで引き抜き編みです。よいしょ。は
い、じゃあこれで27段目おしまいです。28段目は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって、そしたら細編みを8回していくだけです。全部の目に1回ずつ細編みしていきます。はい、じゃあ1周編めたので1目目で引き抜き編みです。よいしょ。はい、じゃあこれで28段目おしまいです。29段目は減らし目1、細編み6を編んでいきます。じゃあ鎖編み1目で立ち上がって減らし目1、1、ここ持ちにくいんですよね。ここが滑っちゃって持ちにくくないですか？私はこの角の最初のところがすごい持ちにくくて苦手です。減らし目1回できたので細編みを6回します。1、滑っちゃうんですよね。2、坂道が道、3、4、5、6、はい、細編み6回できました。はい、そしたら1目目で引き抜き編みです。よいしょ。はい、じゃあこれで29段目おしまいです。30段目は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって今斜めになってるので細編みを7回していきます。はい、じゃあ1周編めたので1目目で引き抜き編みです。はい、じゃあこれで30段目おしまいです。31段目は細編み5、減らし目1をやっていきます。まず鎖編み1目で立ち上がって細編み5、1、2、3、4、5、よいしょ。はい、細編み5回できたら減らし目1回します。減らし目、よいしょ。はい、じゃあ1周編めたので1目目で引き抜き編みです。じゃあ31段目おしまいです。ピクミンになってきた。32段目は細編みの増減なしで編んでいきます。なので鎖編み1目で立ち上がって今6目なので細編みを6回していきます。1目に1回ずつ細編みをしていくだけです。はい、じゃあ1周編めたので1目目で引き抜き編みです。これ入れた。よいしょ。はい、じゃあこ
これで32段目おしまいです。33段目は減らし目1、細編み4を編んでいきます。まず最初に鎖編み1目で立ち上がったら減らし目を1回します。減らし目間違えた。減らし目、はい、1回できたら細編みを4回、1、後ろを引っ掛けないように気をつけながら、2、3、4、はい、1周編めました。細編みの1目目で引き抜き編みです。よいしょ。はい、じゃあ33段目おしまいです。34段目は細編みの増減なしで編んでいくので、細編みを5回するんですが、5目目の細編みをじゃん、緑で完成させていきます。じゃあ編んでいきます。まず最初に鎖編み1目で立ち上がって細編みを5回、4回細編みしてちょっと待っててください。1、2、よいしょ、3、4、はい、4回できたら5目目で色を変えるので細編みを途中までピンクでします。はい、じゃあここまでこの1回糸を持ってくるところまでやったら緑に変えていきます。糸端はちょっと編みくるむぐらい残しておいて、でくるっとして細編みを完成させます。はい、じゃあこれで糸が緑に変わりました。1周細編みが5回できたので1目目で引き抜き編みします。じゃあこれで34段目おしまいです。ここから先はもうこっちのピンクの糸はもう使わないので、少しまた編みくるむ分ぐらいを取っておいてこの辺で切っちゃってください。チョキッと。そしたらピンクは退場です。ありがとうございました。そしたら35段目を細編みの増減なしで編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、今5目なので細編みを5回していくだけです。それでこのピンクと緑の糸端を編みくるみながら編んでいきます。1目目に入ったらこのかぎ針の上にこの2本の糸端を乗っけて、でこれを編みくるみながら細編みしていきます。よいしょ。1、2、はい、細編み5回できました。じゃあ1目目で引き抜き編みです。
今までのピクミンちゃんたちとこの緑に糸を変えるタイミングをちょっと今回変えたので、この一番最初の緑が、これが前回引き抜いた時にできた緑の目ですね。なのでこれが引き抜き、この斜めになってる緑が立ち上がりで、この次が一目目です。この一目目に入りたいんですけど、ちょっと入りにくいので、ちょっとここ伸ばして入っていきます。引き抜き立ち上がり一目目、ここに入って、でこっちの輪をビュッと縮めて、で引き抜き編みしていきます。よいしょ。はい、じゃあこれで35段目おしまいです。こんな感じになりました。そしたらここから先は私が一番最初に出した動画のパート3の動画の分になります。葉っぱつぼみお花ゾーンに突入していきますので、お手数ですがそちらの動画を皆さんご覧ください。概要欄にパート3の動画のリンクを貼っておきます。羽ピクミンもつぼみとお花をつける方は白じゃなくてこういう感じの紫っぽい色なので、私につられて白で編んじゃわないように気をつけましょう。じゃあ私もここをつけてきちゃいますね。ではこんな感じで私はつぼみをつけてきました。そしたら次は目をつけていきます。冒頭でお話しした通り、目の作り方は前回ね、白ピクミンの目の作り方っていう動画を載せたんですけど、その動画の作り方と同じなので、そちらの動画をご覧ください。で、1個ちょっとって思ってることがあって、私今この全部を5号針で編んだんですけど、5号針でつけた目をつけるとなんかちょっとちっちゃいような気がするんですよ。こんな感じになります。まあでも大丈夫かもしれないなんかちょっと肉眼で見た時にちっちゃいかなって思ったけど、カメラで見ると大丈夫かも。この外周が12目なんですけど、一回り大きくして18目にすると目がものすごい今度でっかくなっちゃうので、もうこれ以上目数は増やせないので、一つ太いかぎ針、私の場合は体を5号針で編んで、目だけこれ6号針で編んでみました。こんな感じになります。どっちがいいかな。なんか目でっかい？どっちが可愛いですか？私は個人的にこっちの方が近いかなって思うんですけど、みんながみんな私みたいにいろんなサイズのかぎ針を所持しているわけではないので、この体を編んだかぎ針1本しか持ってないよっていう方が、こうやってちょっと大きくしたい場合は、ちょっと体を編んだ時よりも力を抜いてふわふわに編んでみるとちょっと大きくなるので、そうやって調整してもいいかもしれないです。私はじゃあこの1個太いかぎ針6号針で作ったやつをつけていこうと思います。ちなみにフェルトをつけるとこんな感じになります。私もともとこういう編んだやつをつけようと思ってたので、皆さんの参考になればいいなと思って今初めて乗っけてみたんですけど、なんかフェルト結構可愛くないですか？思ってた以上に可愛くなってびっくりしてます。あんた可愛いじゃないの。じゃあフェルトのご紹介は以上です。これをつけていこうと思います。羽ピクミンちゃんは目が真ん中でくっついてるので、この子たちを作った時に目をまず最初にこっちの目をつけて、それからこっちの目をつける時にこの中でここを一旦糸を通してギュッてこうやって目を寄せてつけたんですけど、そしたらギュッてした分ちょっと真ん中からずれちゃったんですよね。今回は体に目をつける前に目同士を2つくっつけてから、それを体にくっつけていこうと思います。ちょっと初めてやるやり方なんですけどやっていきます。じゃあ片方の目の糸をとじ針に通してきました。じゃあまず目同士をくっつけたいので、真ん中から入って端っこに出てきます。こんな感じで横から出てきて、はい、こんな感じにしたら、
こことここをつけていきます。この辺の糸を拾ってよいしょ。こんな感じですね。そうしたらまた元の目の方に戻って、でこの針の出る先なんですけど、羽ピクミンってまたこういう感じで下だけがくっついてるんですよね。この下の部分だけくっついてて、横から見るとまた上の方はこうやって浮いてるみたいな感じにしたいので、下から出てくるようにしたいです。なのでここがくっつくから、この辺から出てきます。はい、じゃあこれで目同士がくっつきました。両目ともこの下のところを縫い付けたいので、こうやって下から糸が出るようにしてあります。付け方はただバランス見ながらつけて、また玉留めの糸処理をするだけです。どこにしようかなってして、ここでいいか。近くのところに入って、いつも通り私は適当につけていきますこまめに位置を確認しながら。じゃあこんな感じで、こっちの目だけ下半分ぐらいを重点的にこうやって留めてきました。そしたら糸処理していきます。適当にこういうところから入って、反対側の方に糸を割らないように出てきます。引きつっちゃわないように。いい感じで、そしたらここで玉留めします。123回。映ってなかった。はい、玉留めできました。そしたらもう一回同じ穴に入ります。同じとこに入って、また遠くの方、こっちの方に出てきます。でこの糸を引っ張って玉留めを中に入れます。ちょっとお手伝いして、ポッと。お、そしたらこの糸は根元でもう切っちゃいます。チョキッと。ちょっとここに水色が見えちゃうんで、針で中に入れていきます。はい、これで糸処理完了です。じゃあ同じようにこっちもつけていきます。両目つけてこれました。こんな感じで下だけくっついて上は浮いてる感じにしてみました。かわいい。先にここを通した今回のバージョンの方がバランス取りやすかったなと思います。なのでこっちのやり方の方が私的におすすめです。じゃあ先に作っておいた羽をつけていきましょう。じゃあ片っぽ糸を通してきました。私はこのボーダーの段の1個上のここのベースのピンクの色のところにつけてました。こ
こんな感じですね。で、この裏表なんですけど、私は後ろから見た時に表がこっち側に見えるようになるようにつけてるんですけど、こっちから見た時に表面がこっちになりたいっていう方もいらっしゃると思うので、好きなようにつけてください。適当にこういうとこに入ってつけていきます。で、またこっちの方にまた表に出てきて、じゃあこんな感じにつけてきました。あんまりにもこの先っぽだけつけるとちょっと不安定だったんで、この今糸が出てるところらへんまで何往復かちょこちょこ糸を通してきました。両方ともつけてちょっとバランス見てから糸処理をしたいので、一旦こっちをおしまいにして、でこっちの羽をつけていこうと思います。こっち側も羽をつけてきました。こんな感じになりました。もうここでいいかなと思うので、玉止めの糸処理をしていきます。そしたら同じ穴に入る。で、反対の方に出てきて、で、玉止めを絞って入れる。もう一回同じ穴から一応反対側の方にもう一回出てから糸切っちゃおうかなと思います。はい、そしたらここ根元で切っちゃいます。チョキッとモニモニして中に糸端を入れちゃいます。そしたらこっちの糸も同じように玉止めの糸処理をしていきます。ではこっち側も糸処理をしてきました。こんな感じになりました。かわいい。ではこれにて羽ピクミンの完成です。完成。疲れたでさ。いかがだったでしょうか。羽ピクミンはちょっとチャームポイントが多くてね、ボーダーとか羽とか目とかいろいろちょっとやることが多くて大変だったと思うんですが、是非作ってみてください。私はね、皆さんに今までの子たちとこの子のねサイズ比較をお伝えするために、いつもピクミンを編んでるのと同じ種類の毛糸で編んでたら、ちょっとねこのシリーズの毛糸いい感じのピンクがなくって、ちょっと血色悪い子になっちゃったんですけど、皆さんはねもっと羽ピクミンっぽいピンクの毛糸を選ぶともっと可愛くできるんじゃないかなと思います。今回もこの長い動画を最後までお付き合いいただいてありがとうございます。いつもたくさん応援をいただいて嬉しいです。ありがとうございます。今回の動画はここでおしまいです。では、ジャーチと羽ピクミンと、試作の羽ピクミンちゃんたちでした。ありがとうございました。バイ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